ライブ配信を始めたいと思います。夕方の4時前。なんかこう、すごい初歩的なデッサンをちょっとやってみようかなと思います。若干今日の自分で決めていた予定が早く終わりましたので、手を描いてみようかなと思います。手を。どんな感じがいい？誰もまだ見てませんが、何の予告もなしに。こんなアングルでいこうかな。こんなアングルでいこうかな。難しいけどね。手を描いていこうかなと思います。ちょっとね、今日はね。手首これ疲れてきますけどね。初心者の人とかもね、まだまだいますので、もちろんね。初心者の人というのは延々といますからね。よいしょ。そういう人に向けて、デッサンって。で、紙はこれはコットマンという紙ですね。あけみんさん、こんにちは。ごめんなさいね、ちょっと突然平日。ちょっと予定が空いたので。ピュッピと。で、ちょっと鉛筆デッサンとかやってみようかなとか、この冬休みでも思ってはる人もおるかもしれませんしね。2024年から絵を描いてみようかなと思ってはる人もおるかもしれませんしね。で、こういう角度が、ここの隙間の形がどないなっとるかなとかですね。こっからこう頂点がピュッとピュッとなっとるなとか。よいしょ。ちょっとね、デッサン続いてしまいましたけどね。作画動画で死ぬほど透明水彩を最近作っていて、反動ですね。個展がちょっと終わって、ほっとしたなと。休んだりするんですかっていうなんか聞かれたことありますけど、休むことはないですね、もう。はい。で、ちょっとね、動画作りたかったので、いっぱい作って山ほど先週から今週ぐらいにかけて山ほど上げておりました。鉛筆の腹、今 3B ぐらい使ってます。もっとこっちやな。なんかおっちゃんはどんどん手が硬くなっていくね。よいしょ。キリンレモンさんも、気づきました、こんにちは。今始めました。ハーモニーさんも、J 渡辺さんも、チアさんも、ね、ちょうど鬼好評出す作品描いてました。大掃除中、お茶タイム、スマホ撮ったら。大掃除、僕アトリエは大掃除しましたけどね。はい、もう。ね、形、見えてるかな？ちょっと今日光をですね、右側の子からの光を消してますので、ちょっと見にくいかもしれません。ちょっとご容赦ください。実際に手を置いて描いた方が、ね。で、形がこう、関節があって、どの辺かなと。で、関節があって、関節があって、よいしょ。いやもうほんとね、もう終わりですね、今年もね。名古屋もありがとうございました。もうたくさんね、もうまた3年後できるのか。はっきりは確定はしてないですけど、多分いけんちゃうかなと、僕は思ってます。感触的に。こんな感じで、形が取れました。形取るの難しいですけど、僕はもう僕は言いましたけど、動画で言いましたけど、500枚クロッキーをしましたので、手はある程度取れる自信があります。高校2年生の時ですね。高校2年生の時に手だけのクロッキーを500枚やりました。なんかこう、形取れないんでどうしたらいいっすかねって先生に聞いたら、手のクロッキーやったらって言われて、1000個やったら取れるようになるよって言われまして、くるくるホイさんも、ゴータリさんもこんばんは。くるくるホイールさんね。くるくるホイやないですね。1000個やったら取れるようになるよって言われて、クロッキーを500個書いた段階で、その先生に持ってったら、ほんまにやったんかいと言われました。もうちょっと暗くしといた方が見やすいかな。どうかな。でも実際の色にこのパーソナルコンピューターでは近いんですけど。よいしょ。いやーほんとね、楽しい1年でしたね。今年は充実してましたね。来年はどうかな、わからんけど、なんとなくこう充実させていく方向にこう持っていくタイプの人間なので、
で 3B の腹とかを使って 3B ぐらい柔らかめの鉛筆ですねで書いていってます。よいしょよいしょ。今日ですね勝手に公募展の船外編がございますのでよかったらご覧いただければという宣伝も兼ねて、今日ちょっと配信しております。もうここは全体が影になってますね。で指とか手書くときは折れてるというですね折れてるそういう折れている。そして光は斜め上45度ぐらいから、光が当たっとると。でその角度をしっかり見てあげるということが大事です。手首の位置がなんかちゃうな。もうちょっとないかな。疲れてくるんですよね、こういうポーズしてるとね。よいしょ。山ほどで手も描きましたよ。もう本当にもう山ほど描きましたよ。デッサン、鉛筆の持ち方は決まっているんですか？初めはね、出だしはなんか柔らかくこういう風に持つんですよ。こう持つのは後半。どちらかというと軽く持って軽くそんなにで、初めは僕なんかはこういう風に塗りというか、ある程度大きな面で、塗っていって、濃淡をね、今、光が来てる方向に対して、手はね、こんな感じ。私の角度から見てるとちょっと斜めから見とるから、あれなんですけど、で、初めはこんな感じ。で、後半の方はもう普通に字書くような感じで持っていく感じですよね。ただやっぱりあまり汚したくない。ここを汚さんこと。ね、絵描いてた手ですよね。汚さんこと。もうこれめちゃくちゃあります。ここで滑っていってここで汚していく人ってめっちゃおります。もうこれはあるあるです。で、そこのところはもし汚れてしまうようだったら、ね、ちゃんと洗ってあげたり、私らは小指立てて描きましょう言うて、わかりにくいと思います。小指が画面でっていう風に描きましょうっていう風に僕らは教わりました。僕もそれなんか初めのうちはすごいしんどいんですけど、筋力ついてきてですね、ちょっとわかりにくいんですけど、これ左手より右手のがね、筋肉がついとるんですよ。ね、変なもんですよね。ちょっとだけ暗くしていいですかね。ごめんなさいね。もうちょっと実際はこの色なんですけど、ちょっと見えにくいかなと思います。前回のちょっと明るすぎたんですよね。あれね。ほんの少しだけ暗くしたいんですよね。どれかな。ほんの少しだけ暗く、これくらいにしとこうかな。ちょっとだけ暗くしました。説明ありがとうございました。そう、鉛筆だから見といてみてくださいね。初めはこんな感じでね、でももうちょっと濃厚にいきましょうね。濃厚 4B。もうちょっと濃いやつね。で、B とかH とかありますけど、B はブラック。H はハード。F っていうのはありますけど、フォルムみたいななんかね、しっかりとしたみたいな意味で、確か HB と、間違ってたらごめんなさいね。絶対ユニさんとかのホームページに載ってますので、HB と B の間やったような気がします。じゃあ。よいしょ。4B とかね。よいしょ。ね、皆さんね、デッサンの会とかもやってたけど、ちょっとね、またできたらとは思うんですけど、もうちょっとね、年末で毎日のようにあげました。いくつかですね、結構調子がいいやつがあって嬉しいな思ってます。案外嬉しいんですよ、こんなんね、おっちゃんでもね。で初めての方も遠慮なく質問してくださいね。説明ありがとうございました。ウッド双葉さんもこんばんは。ありがとうございます。いろいろね。先ほどメールくれはったよね。すごいあんな感じでいいです。ちょっと引きで撮って、なんか目線とかをあれ、双葉さんでよかった。目線とかをいろんな方向にとかね、してもらえると、ちょっと近い感じがしたので、何の話やねんって感じなんですけど、少しですね、よいしょ。
じゃ。で、まあ、鉛筆の芯とかを長く出して削るというのが一般的です。ちょっと削り方も見せましょうか。ね。じゃあ待ってね。よいしょ、ティッシュ。まあ、この上ではやらんようにしてください。で、こ鉛筆をこう回転させてるんですよ。見ててくださいね。早いですよ。回転させてるの分かります？あ、飛んだ。回転させながら芯を長めに出すんですよ。まあ 3H とか 4H とか 5H とか H 系になるとかなり長く出してもまあ折れにくいです。こういうのやったらね、これ 3H かな 2H かな、もうなんか読めへんようになってるけどね。でまあ B 系はそこまで僕は出したら折れてまうからっていうのでですね。ただ基礎って芯をめちゃくちゃ長くする人いますけど、あっこまでせんでもええんちゃうかなと私なんかは思ったりしてます。ね、鉛筆の芯を少し出して、今日もモチーフがねここにあるから、でなんかこう例えばこういうところにあるこうシワみたいなとこ、僕こう珍しい手相してませんかね。これ3本つながってるんですよ何のことやねんって感じですけど、少しねなんかここのところのこう肉がちょっとこう盛り上がっとるなとかね。でなんかこの辺のちょっとこう今硬い鉛筆です。立てて書いてます。まあこれはなんかマチエールつけるような感じで、まあこういうのはもう油絵家らしいなんかね、質感に異常にこだわる油絵家のなんか悪い癖が出てますけど、まあその受験する科によってもなんか絵とか違いますもんね、若干ね。まあ今の受験はもうよう知らんです。そしてあまり興味がないのでどう何倍かは知りません。おっちゃんになってきているので、非常に手に、シワがいっぱいです。よいしょ。C マッツさん、アップトで筆の大掃除しながら見てます。アップトは先生の動画で知って早速購入。すごく、綺麗に筆の掃除ができてます。本当ね、サランラップね、やっといた方がいいですよ。サランラップやって、どれくらいか置いといたらめっちゃ綺麗に取れますよ。ある程度ね。で、本当に余裕になったらなんかこう、何やったっけな。リムーバーとか言うかな。アクリルやったらリムーバーって言うんですけど、それだったらもう逆にこう、ここの絵とかの色まで取れてしまいます。あれはこう使うときは危険なので、僕はなんかこう絵の具とかを洗う洗面台とかがあるんですけど、そこのところを洗ったりするときに使ったりします。かゆい。ドリドリママさんも夏糸さんもすみません、変な時間に。なんか私の今日の予定が終わったんであとはなんか嫁はんのお友達がまた遊びに来てくれてるんで、ちびの迎えはそのお友達も行ってくれると。ちびっ子が幼稚園行ってて、今日ね、よいしょ、おじちゃんいかんでよくなりましたんで、ちょっと今消しました。こう羽ぼうきは意外と本当にこう油がつかないからいいですよ。でちょっと余分な線とかも消します。で練り消しとかで、練り消しはこの消しカスが出ないのでね。で鉛筆の腹でやってたらやっぱ綺麗に消えますね。ね、もう本当にもうよいしょ、鉛筆の腹で 4B もっと濃くしたいね。今日はなんか濃厚な黒い酒焼けしたおっさんの手をうまく表現できればと思ってあれへんな鉛筆が僕ねすぐなくなるんですよね。これがね 6B、 少しこうガシガシと
ガシガシと。いつもなんかちょっとこう、おじけづいたかのように、こう、しょぼしょぼしょぼと鉛筆で書いてまうとこあるので、今日はちょっと思い切って、ガシガシと、書けたらいいなと。前回ちょっとそれが、やろうと思ったけど、できなかったんで。サナラップね、巻いてね、やってみてください。どれぐらいかな。なんか、4、5時間置いといたら、結構よう取れますよ。皆さんもぜひぜひ。筆とかも1年に1回ぐらいはね、透明水彩やられてる方でも、綺麗に洗うと気持ちいいですよ。よいしょ。僕なんかも結構やります、それ。2、3ヶ月に1回ぐらいやります。よいしょ。ガシ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 。まあ、影を描くかどうかですね。どないしましょうかね。ね、質問したことないとかっていう人もぜひぜひしてください。もう皆さんの勝手に公募展の絵がちょっと浮かびますね。おもろいな。ひろしさん、こんにちは。ひろしんぐさん。ひろしさんも水彩お上手ですよね。ほんとなんかね。よいしょ。皆さんね、とって2024年はちょっとね、新しいことにも挑戦される方もいてもいいかもしれませんよね。まあ、僕はもうなんかいろんなことやりすぎて自分でもようわからなくなってますけどね。よいしょ。ね、ちょっとこう鉛筆の腹で書いたら今ここのところにちょっと見えにくいと思いますけど、もうちょっとアップにしようか。ちょっとすみませんね。なるべくね、今日はね、アップで。ふみさん、こんにちは。こうなるとおじちゃんの顔が邪魔やね。もうちょっとこっちに寄せて、もうちょっとごめんなさいね。もうちょっと右の空間がゆとりがあるから、こっちか。よし。面白かったですよ。勝手にコープで2枚。で、ちょっと遅れてきて残念ながら見れなかったのが2枚あったので、まあ、104枚ありました。なんか久しぶりに2桁いったしね、なんかちょっと嬉しかったです。よしよしよしと。よしよしよしと思いました。ね、やっぱりね、多い方がおもろいですもんね。怖いですよね。一番初めの方出てくる人、怖いですよね。大丈夫かなと思いながら。まあね、なんか最後まで見てもうたらなんかね、納得してもらえたらいいんやけど、なんかね、納得せんで怒られてもね、勝手にやってますからね、こちらね。昨日もなんかまあ、いろいろな仕事の話が来るんですけど、ね、そういうこう、オンラインサロン的なのやりませんか的な、なんかお仕事の話とかね、なんか教える立場のあれとか来たりとかして、教える、なんていうか、やりませんか、やってくれませんかみたいな来たりするんですけど、今がちょうどいいですよね、いろんな意味でね。なんかね、アニコさんもこんにちは。スマイリーひろみさん、手のデッサンをしますよ。なんかちょうどいいよなと思って、なんかこうオンラインサロンでこうね、なんかそこまで僕も時間のこうもう束縛もしたくないし、皆さんをねあれしたくもないし、なんかね自分の時間もちょうどいい感じであるし、そして自由にこうやってやれるねあれもあるし、いろんなものがちょうど良くなってきたなという感じがします。まだまだ鬼高評価は正直いけますから、遠慮なくね皆さん送ってください。ガチガチガチと。で、ちょっとタッチがやっぱりこう、どうしても右利きやから、本当は画面とかを回転させながらとかね、書いていけばいいんですけども、右利きなんでこういうタッチ。ね、レオナルドなんかやったら反対のタッチとか多いですよね。ニコーさんもこんにちは。ヒロシングさん、羽ぼうきというものがあるんです。そう。カラスの羽使ってましたがアマゾンさんで売ってますよ。カラスの羽でもええかな。なんかね、カラスってなんか油多そうやから油とかがやっぱないようなね、
これカモやと思います。カモ、確か。カモさんです。いいですね、カモ肉。カモさんやったと思います。これ高校2年生ぐらいの時に買って、結構もう浪人時代も使ってたんですけど、何年か前になくなったんで、最近また買い直したんですよね。やっぱデッサンやるときこれいるわと思ってですね、少し鉛筆の腹で描いていきます。よいしょ。ね、これからこうね、デッサンをやっていこうとか、絵の道に行こうという人にはやっぱデッサンってね、あった方がいいというふうに僕は思う。まあ皆さんのそれは考え方がいろいろあるんですけど、やっぱもうデッサンなんか必要ないんやっていう人もおられます。結構います。確かに今の表現という世界やらなんやらやったらそんな必要ないかもしれないけど、なんかね、持ってで損はないし、潰しが効くんですよね持ってるとまあそれが邪魔することもあったりするんですけど、ね、デッサンのこうデッサン脳的になってしまいすぎて、なんかこうね、これは形がこうだからこうだとか、なんか自由さを失ってこうなんていうかな、硬くなってしまうみたいな人もいますけどね。かもですか、承知しました。確かね、何個かあったでしょ、アマゾンさんもね、確かね。ちょっとタッチをですね、少し動かしたいので、結構使いますよ、僕、羽ぼうきは。硬い消しゴムで消した時にやっぱね、で少しこうクロスハッチング状態にしておいて、でまあ大きな面ですね、こういう面とかこういうここのところからこうなってこうなって、なんか GoPro とかつけて絵描きたいですよねGoPro とかつけて絵描いたらおもろいんちゃうかなってたまに思うんですよね。それ私が見てるところをずっとね GoPro で映し続けるとか、ちょっと今それはね僕の中ではありかなと思ってます。で影なんかはこういう動きなんで、こう影もやっぱこういう風に今落ちてたりするんですけど、まあ入れるとして、これをちょっとタッチをこういうタッチとかにしてあげるとかしてあげてもええかなと思います。いや遠慮なく質問してくださいね。もう何でもいいよ、質問もういいですよ。いやもう本当確定申告とかもう本当ね、なんかこう僕はなんかあんま政治のことをね言わないですけど、あれ、まあ、言ってるかだいぶ大きくなってきましたね、今の問題ね。でも本当になんか、あれですもんね。インボイスじゃなくてね、インボイスか。こう、仕事して、まあ僕は別に全然インボイスのあれのなんとか事業者なんで、そういう申請とかね、してるんで別にあれやなと思うんですけど、こちらにこう来る、なんちゅうの、請求書とかめっちゃややこしいんですよ。だからもう向こう側ももう大変やろうなと思ってですね。ねえ、はい、なんですか。嫌いが。私もカラスの羽使った、カラスの羽売ってたんですか？それはカラスの羽をあれなんですか？よいしょ。もう何でもいいですよ。で、今ちょっとこすりました。今分かりました。ちょっとだけこういう稜線のところ残しつつ、稜線で分かりますよね。稜線って光と影があって、これ白い紙やから反射してるんですよ。ちょっと明るくなってるでしょ、ここね。でそういうこうものを利用して、反射光というものを利用して、ちょっとこう立体的に描いてあげたりすると。でここのちょっとこう手前のところは少し強く見えたりすると。本当そういうのを考えるとなんかね、政治家ええなって思いますよね。絶対なりたくないですけど、政治家ええなと思いますよね大変、書類もねもうなんかね、そういうあれな大変さなんやなと
今までやったらね、ある程度これとこれと領収書でこれでこれでこんな仕事ですっていうのであれしたりするんですけどね、細かい書類が向こうからも必要で、それの書き方もようわからんからこれで合ってんのとかいう感じとかね、やり取りとかしてます。田舎なので時々落ちてます。カラスの羽はね落ちてますよね。カラスの羽一本皆さん束ねで使うんですか？僕が興味津々ね。少しこうタッチをこう、で少し今鉛筆立てたりしてます。 6B です、濃いのでですね。GoPro ね面白いかもしらんなと思って、ただめっちゃいろんなとこ見ますよ。これもなんかちょっと荒い気すんで、なんか画像がねなんか切れちゃうね。なんやろね、どないしてかな。なんかねディティールをもうちょっと見せれたらなと思うんですけど、ちょっとなんかコントラスト強くついてますね。ごめんなさいね。以前3点投資のワードをちらっと言われていましたが、投資情報に関する YouTube、 投資情報に関する YouTube なかったかな。遠近感的なことのあれで少し言ってるはずですよ。遠近法と立体感みたいな動画が多分いつぐらいやったかな、あれで少し言ってるはずですの。もう完全にこう本当に厳格な投資情報の話になってくると建築の話になってきてね、で建築の本とか読まんといかんくて、なかなかそれ説明するの難しいんですよ。僕も分かってないこともあるし、あんま間違えたことできへんので、多分その動画で確かやってると思いますよ。投資図法の3点投資とか2点投資とか。ちょっと iPad 持っていこうか。おい、あれあれ、あれなんでない？あだ、これちょっとね、よいしょ。ごめんなさいね。じゃあもうここでやれるだけはちょっとやりますけど、ウィ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 、これだ。よいしょ。ちょっと待ってね。ここのあれに勝手に公募店の映画の残ってるからですね。で、1点投資、2点投資、3点投資ってあるんですけど、3点投資っていうのはね、ちょっとこう目線のラインがこうあって、こう真正面、自分に対して真正面の部分っていうのは垂直なんですけど、ね、ちょっとずつこうなっていくと、ちょっとずつこういう風になっていってこういう風になっていく。で、現実の見え方っていうのはこういう見え方をしているんですよ、私たちっていうのは。でもこれを絵画にしていくとめちゃくちゃ複雑で難しいと。で、大体が二点投資図法と呼ばれるもので、消せへんな。垂直は全部一緒なんです。垂直はね。で、それで、こう消失点、バーニッシュポイントっていうところに向かって、こういう風に行って、こういう風に行って、こういう風にこういう。で、自分の目線よりも下のものは上の面が見えるわけですよね。自分の目線より上のものは底辺、底面が見える。で、大体これで書いていくのが、受験では一般的。受験とかね。これが一般的。でも、僕らの見えてる世界でこれなんですよね。だから、なんか大きな建物とか書くときっていうのは、こっちで書いてあげたりとかすると。で、一点投資っていうのは、なんか廊下かなんかに、立ったときに垂直と水平は全部こうなってるっていうようなのが一点投資っていうやつなんですね。で、よく皆さんがこう、建物とか書いてるときに、2点投資でも3点投資でもどちらでもいいんですけど、どうしてもなんかこうパースが屋根がこうなってるとか、こっちがこうなったらこうやのになとかね、こっちがこうやったらこうなんやのになとか、そういうのがよく狂ってはるなっていうのを気づきます。
でこれも手っ取り早い方法としてはやっぱりそういう見方をしてあげるというか、日常からあれこれ自分の真正面に対して自分の目線の高さここやから上の、ここは水平なんやなと。水平なんやなとかっていうのを見てあげて、そこから自分の目より上やからちょっとこっちの角度がこうなってってんなとかこうなってってんなとかっていう風に基本的には常に見ることなんですよね見ることなんですよ。なかなか難しいよね。表現することは難しいですね。今回、勝手に公募で応募させていただきましたが、テーマあると絵を描くの初めてで、見切り発車の応募でしたと。楽しみにしてますと。K モンクフィッシュさん。だからなんかこう、普通の公募展とかに出すときも、やはりただ、なんかこう、皆さんの場合、例えばね、風景画をね、ここ綺麗やったから描きましたとかっていう風なだけやったらば、やっぱ厳しいんですよね、公募展って。だからちょっとテーマをこちらから与えて、で、それも日頃も、例えばなんかこう展覧会公募展とか出すときも、ちょっと自分の中でテーマとか決めてあげたりとかすると、やっぱりね、テーマっていうか、もうこれは今回の絵はこれを出してあげたいんやとか、これを主張したいんやとかっていうのを決めてあげないと、やっぱり厳しいんじゃないかなと思って。ごめんなさいね。ちょっとその動画を見てもうて、ごめんなさい。3点投資とか投資情報に関してはね。ぐらいでまずは、その辺からこう、なんかステップバイステップで理解していってほしいなっていうふうに思うところなんですけどね。よいしょ。で、少し今 B 系、B ですね、これね。わかりやすい説明ではなかったですよ、今の。キリネーマさんごめんなさいね。多分ね、わかりやすい説明ではなかったですよ。で、その動画多分あると思って、それ見てちょっとね、なるべくこのぐらいまででいい、とりあえずいいよっていうことで確か作った記憶があるので、なんかね、もう、僕もなんかそういうのを、なんか、建築の本とか読んだらもうわけわからんなっていうぐらいになってて、もう、数学的なね、なんかわけわからんなと。でもなんかこう、楕円形に関してはなんか、ね、誰かもそれなんか瓶を横になんか寝転がした瓶の書き方を教えてくださいっていうのがあったな。ちょっといろいろそこ入っていくとなんかね、めちゃくちゃこう説明難しいんですけど、自分の目から例えば45度の角度になんかこういうのがあったら、コップね、こういうのでも何でもいいですよ。アイスコーヒーです。っていうことは、こう、真上から自分の目線の高さのものやったら何もこの面は見えないと。で、これ真下のものやったら、声援が見えますよね、声援が。声援が見えるということは、こういう状態ね。ということは、この45度の角度にあるとなると、ね、ちょうど半分やということですよね。半分やということがわかるかなと。で、なんかね、できるかな。ちょっとごめんなさい、できへんな。写真を撮ってね、それを反転させて、半分と半分をくっつけてとかってね、楕円の話とかも、それね、多分ね、ガラスを描いてる動画かなんかで言ってるんですよね。ごめんなさいね。はい。来年はテーマを決めて書く訓練をします。何でもいいと思うんですよ。なんかね。ほんの少しの言葉とかを少しつけてあげるだけでもそう書き出す前にですね。だからその一番初めとしては、綺麗な風景描きましたっていうんじゃなくて、何が綺麗やから何がこうなのかなとか、それはこれによってこうなっているなとかっていう風になんかこう、他の言葉も付随して見つかってきたりとかするとよりいいわけですよ。ごめんなさいね、動画探してみてくださいね。皆さん、そんな古くないと思う。検索の、スマホ持ってないわ。検索の機能で僕なんかやったら、僕のチャンネルのところの上のところにあるなんか虫眼鏡マークみたいなところに遠近法って入れたら遠近法のことをサムネイルやら、概要欄に書いてある動画だけがヒューッと出てくるんですよ。
から僕はそういうので自分で勝手に、1000本もあるからね、あれやから、そういう風にこう調べたりしてるんですけどね。ちょっと B を今使ってます。で、もうちょっとこう側面、例えばここから奥にギュッと入っていってるなとかっていうところとかもね、少しこう例えば奥にこう入っていって鉛筆のタッチみたいなのが紙の目の中に入っていってるなとかですね。あんまりこう擦りすぎてもっていうところあるんですけど、私は意外とこう稜線反射光みたいなのは案外擦ったりとかしながらですね。ちょっと前ちゃんと僕も見てないですけど、山田五郎先生の、YouTube チャンネルで、明治天皇とかの肖像画を描いた、海外の、なんちゅうやったっけな、絵描きさんいるんですよ。で、絵師みたいな感じなんですけど、その人のこうデッサンっていうのがめちゃくちゃすごい、もう、写真を見ながら描いてるんですけど、もうすごいんですよ。これどうやって描いてんのって、もうほんま写真やと思ってたみたいな感じの。で、あの人たちの当時のその描き方っていうのは、どちらかというとこういう擦って描くような、コンテとかを擦って描くような方法なんですね。で、僕は結構それって意外とありなんかなっていうふうに思ってて、僕はこういうふうな擦ったりとかしながらこう複雑にとかしていくという方法をとってます。よいしょ。光の面をきれいに描く方法。光の面ってどういうこと？いろいろ来てんね。カビ線とかに惑わされない自分の心得のある描きようですね。誠の誠実さを追求感じます。すごい。10B や 12B の鉛筆はどう使ったら、ものすごい濃すぎるからね、あれ消えへんから、もうなんか本当に、いよいよここやっていうところに使いはったらいいんじゃないですか。いよいよここやっていうところに、もう消えないのですね。もうなんかこう、コンテみたいな感じですよね。もしよければ手のポーズの決め方を教えていただければ。今回はとにかく動画として見せるために面が、ここはすごい明確な面でね、ここは明確に光が当たって影の面になってるから、っていうことで、で、ここも折れている、関節によって折れている、ことが分かりやすいかなと思ってこのポーズにしました。で、絵の中で、その絵画の中、ちゃんとした油絵とかの中やったらば、やっぱりポーズは、アクセントになるので、少し指を曲げてもろたりとか、例えば、こうよりも少しこうのが、とか、少しこうの方が、とか、少し、例えばこうよりもなんかちょっとこうのが、とかね、なんか、感じせえへんで、それの絵の中ではそういった感じで、絵っていうか、本画っていうかね、してます。光の面をきれいに描く方法が知りたいですという質問なんですけど、光の面っていうのは何の光の面ですか？どういうこと？太陽？なんか水に光ってるとか、なんかその辺のちょっと具体的に教えてもらえると、もうちょっと話ができるかなと思います。光の面ですかね。もうちょっとその辺をよかったらコメントちょうだい。ごめんなさいね。光の面。基本的にはなんか見えてるもの以上にちょっと強調して描いていくっていうことは僕は、やります。どういう光の面かね、よかったらコメントいただけたらよりおっちゃん嬉しいでっていうことです。明度が高い方です。また難しいぞ、説明が。光の面をきれいに描く方法を知りたいです。明度が高い方です。どういうこと？明度が高い方です。光の面を、ここか！ここってこと？手のここってこと？ここでいい？合ってる？ごめん、手の光のところっていうこと？ここのことかな？よかったらまたコメントちょうだい。ごめんね。これハイトーンなところはもう本当に硬い鉛筆とかを使いながら、ただなんか僕はこうやってなんか書いた、おっちゃんの手やから汚い手やから、少し書いたり、消すというか書いたり、ね、こういう殺筆とかで少し汚したりとか。で、そうです、すいません。いえ。
こう複雑にこうやってしていって、でもこうなんか書いてあるなっていう感じにしていったりするね。いや、いい全然そういう質問して慣れてくるから。日本語って難しいでしょもうどんどんしてもうそんなんでちょっともうちょっとズームで今度このぐらいにしとくね今度ね。いやそんなんもう本当に質問とかも慣れてくるからね、もう初め失敗とかどんどんしたらいいよ。でこうねなんかこう書いたり、またこう練り消しでこう消すというよりこう叩いて複雑にしていったりで、こういうのでこう線でハッチングしてみたりとかねしたりとかしますよ。でもうそれもとにかくハイトーンでもうどんどん質問していいですよ。いくつぐらいの方かもわからんもんね。でなんかこうちょっとまあおっちゃんの手ね乾燥肌やけど、カッサカサまでいかへんからちょっとこうしっとりさせてあげようかな思ったら、少し硬い鉛筆とかで少しこう紙のボコボコしたザラザラした感じを少しこう和らげてあげたりとかする。関係ない。猫ならしさんありがとうございましたね。手のポーズってね、でもこれおもんないじゃないですか。ちょっと面白くなるでしょ、ちょっと面白くなるでしょとか、ほらなんかねちょっとこう動きをついてきたりとかで、なんか力をグッと入れるだけでもこの親指のところのグッとこれだけでも面白くなったりするじゃないですか。でやっぱ手もこっち側って左手ばっかりじゃなくて鏡に映した手とかを描いてあげたりするとバリエーションってすごく増えるので、鏡に映す前に鏡でも置いてね、そういうのちょっと覚えておくといいかもしれないですよ。こういう配当のところの書き方ね、僕はね結構だからこうどうやって複雑にするかっていうことがなんかこういつも考えてるかな。そうなのね、こうね長いこといろいろやっててもね、なんか説明がね難しくてね、説明ってごめんなさい、ちょっとね角度を変えさせてもらいました。例えばこする時もこう筆圧じゃないティッシュ圧をちょっと強めにしたりとか弱めにしたりとかこう微妙に変えたりしてますよ。少しこう角度をねこの角度でハッチングっていうか線した後に少しこうまた角度を変えてみたりとかね。そうするとこう線のこう隙間みたいなのがで、こういうのを例えばおさえさんごめんねまだ読めないけど、こういう角度でやったら今度優しくこう今度はこっち側こういう線に対してこういう風にやってあげたりするとかなりムラがなく擦れたりする。ごめんねおさえさんねごめんねという感じでね、今日の色は多分大丈夫かな。そんな白く飛びすぎてないかな。プロパティようこんなんねもう説明答えながらやっとるわね。もうほんとね褒めたってよいしょ、このぐらいですいません。関係ない話ですが、前紹介された小木先生の画集ポチったら間違えて自伝が届きました。誰誰の画集紹介した忘れた誰やろな。でちょっと形をちょっとこうで、僕はもうこういうのはもう消しゴムも格道具ということで、ごめんなさい見えてないな、ごめんなさいね、ズバーンと切っちゃうんですよ。ズバーンとちょっと切ってね、キャメラがね頭のここにあるからね、ジャーでしゃあないね。ちょっとはみ出し刑事両上編をねなんとかします。はみ出し刑事純情派藤田誠なんだこっちゃ、一部の中高年の人ならわかるね。面白かったですよね。でこう例えばちょっと骨がこうものすごくこう微妙なこう
ところで、ここのほんの少しに向こうのあれが見えたりするとかっていうので、こっち側にちょっと硬い骨があって、で後ろに回っていくみたいなとかね。若干喋り疲れた。若干喋り疲れた。ごめん、洗濯物ごめん。洗濯物取り込もうって忘れてた。ごめん。よいしょ。これぐらいで見えます線とかね。ごめんなさいね。皆さんがね、拡大したら見えますか。ね、ごめんなさいね。本当はこのカメラもね、なんかウェブカメラってあんま絵の出てこへんのですよね。だから普通のデジカメを多分くっつけた方がええんやと思うんですけどね。そういうところまで僕まだできないからね、おっちゃんね、もう誰かそういうの教えてくれるね、ベリーカインドネスな人がね、近くにいればいいんやけどね。超高解像度のね、あれがこのウェブカメラでも結構確か2万ぐらいしてるんですよ。でもね、普通にデジカメとかで10万15万とかのあるから、そういうのをうまいことくっつけてやったりすると相当良くなるんでしょうけどね。そこまでまだね、だからそういうのをね、どんどんね GoPro 買ってみたりとかね、 GoPro つけてもいいかもしれんしね、そういうのをやっぱりお金かかるんですよ。僕が完全に楽しんどるんですけどね。はい、よいしょ。消しゴムを切ってということを思いつきませんでした。本当に手があるように見えます。多分ね、ここ書いた方がもっとね、多分見えてくるよ。ここ書いた方がね、ほんま見えてくるよ。今からもうすぐ、あと20分もすればちび帰ってくるからね、うっさくなりますよ。ギャーギャー。でもお友達と仲良しやから遊んでくれるかなと。おとんのとこ来おへんかなと思います。よいしょ。一番身近なモチーフの一つでありますから、手とかね、もう皆さんでももちろん描けますしね、私の手しわしわええから描きたくないわとかっていう人いるかもしれませんけど、それはそれでね、おもろいじゃないですか。ごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。デッサンに使う紙はどんなのがいいですか。一般的なのはなんか普通の画用紙とか M 画とか、M 画の M って何の略なんかな。こういう時ね、なんかみちみちさんとかね、赤坂さんとかがおったらすぐ調べてくれそうなんですけどね、M 画とか、入試で使われてるのはその M 画とかやったりすると思うんですけど、僕個人としては、若干、ほんの少しザラついてる方が僕は描きやすいです。で、ケント紙ほどツルツルしてへんで、ケント紙って結構ツルツルしてます。で、普通の画用紙とか M 画ほどザラついてないのが僕は個人的に描きやすいです。なんか私たちが入試の時、今から何年かな、確か1993年ぐらいから国技館っていうところで、一時東京芸大の入試をやっていたんですけど、で、そこで鉛筆デッサンの試験、になったんですね。で、そこで初めて使われた時に、この TMK ポスター紙っていう本当に画用紙とケント紙の間ぐらいの紙が、配られて、でこれめっちゃ書きやすいと思ったんですよ。でそれに近い感じの紙ないかなと思って、僕はズブズブの関係にある画材屋さんに TMK ポスターと同じぐらいの紙ないですかねみたいな感じで聞いて、ある程度こういうスケッチブック上のものねでないですかって聞いた時に、このコットマンっていうのの、僕はこれ個人的にはこれが一番書きやすいかなと感じです。これ違う、これウォーターフォードや。ウォーターフォード書きやすいです。ウォーターフォードの細め。コットマンかと思ってずっと書いてた。それぐらい画材に適当なおじさんなんですよ。これ書きやすいですよ。ウォーターフォードの細め、スムーズ、すごい書きやすいです。これデッサンに僕適していると思いますよ。今びっくりしました、自分で。コットマンずっと思って書いてた。ウォーターフォードでした。ウォーターフォードのホワイト、細めか。これ書きやすいですよ。6号です。今びっくりしました。アムステルダム羨ましいですね。アムステルダム行きました？
どこに、あれ三河の適当男さん。どっかにコメントあった？神は何をお使いですかってありました。すいませんね。双葉さん。あれどっかに三河の適当男さんがアムステルダムに行くという話。恵子さん。どっかあったのかな。ここの美術の先生がハイライト以外の明るい部分は、ハイライト以外の明るい面は B で暗い面は H で、描くんやとおっしゃっていて、何のこっちゃいと思い、未だに覚えてますが、実践はしていません。まあなんかね、はっきりとそこもなんか質感が違うものとかによってもこう、書き方とか変わってくるような気がするんで、でまあ僕はこの紙のざらつきとかっていうのを活かして正面向いてる、ざらついてるってことは、そこの面っていうのはこう白と黒がこうぶつかり合って、ここのとこ派手に見えるじゃないですか。で一方こう HK とかで書くと、しっとりとかしてるので、でもこう紙の目の中にこう入れてあげるような表情はちょっと奥にこう回っていくような目立たんところとかに使ってあげた。今これは、3H やった 2H です。びっくりした。ウォーターフォードの細めやったもうちょっと今日の衝撃や。前回も僕多分コットマンって言ってたんちゃうかな。それぐらい適当なんですよ。ミカの適当男さんぐらい適当なんですよ。素晴らしい。コージェーヌさん。A 面と、A 画と M 画があって、M 画は 205g で、肌がはっきりしているそうです。だそうです。ムチャスグラシアス。サンキューベリーマッチ。ありがとうございます。すごいね。これか。ミカの適当。アムステルダムに来て、もうアムステルダム行ってるのか。そうか。おはようございます。どうなんですか？時差で言うと、向こうは今朝とか、もう時差ボケめっちゃ。朝8時半やね。薄暗いです。これから国立美術館でレンブラント、フェルメール、もう、ぜひぜひもうレンブラントのね、夜景ですね。夜景を見てきてください。適当男さん。いいですね。どうですか？大丈夫そうですか？この間一緒にね、ちょっと、お酒を飲んで、若干こう、ね、海外はあまりこう慣れてらっしゃらない感じだったので、どうですか？なんとかなるでしょ？適当にね。スリとか言いますからね、ボケーとしてたら、なんか持っていかれますから気をつけてね。ね、ボケーとはあんましすぎないようにしてくださいね。僕は危ない目にあったことはないけど、やっぱなんかこう地下鉄とかでちょっと危ないなっていう子がファーっと寄ってきたりとかですね、ジプシーがファーっと寄ってくるようなことは何度かもちろんあったりしましたけど、これあかんわと思って、っていうのはありますけどね。そういうのはね、アムステルダムは結構ね、オランダという国は結構ね、なんかこうちゃいますもんね。大麻とかも合法なのかな、確かね。あと、尊厳死を認めてるでしょ、確かね。確かそうなんですよ。すげえなーと思って。尊厳死。ね、僕もなんか嫁はんになんか迷惑かけんにやったら、尊厳死 OK の方がありがたいなと思ったりするんですけどね。よいしょ。そういう点でもね、ものすごくこう、本当になんか独立している、ヨーロッパの中でまた独自のなんか、独立してるなっていう感じしますもんね。そうか、言ってましたね。年末ぐらいに行って、もうそんな経つんやね。年末ぐらいに行きます言ってね、ベルギーとかも行きます言ってましたもんね。よいしょ。恵子川又さんもこんばんは。10年ほど前にイギリスに駐在していて、アムステルダム美術館に行ったんですが、鬼好評に出会うまでだったので、絵の鑑賞ポイントがよくわからず、もったいないことを後悔しています。いやもう絶対ね、皆さんそうですよ。見方変わってますよ。結構こう、なんかこう間近でフェルメールとか見れますからね。ゴッホ美術館マウリッツハイスにも行ってるのかな。まだね、そんな多分ゆとりないと思いますよ。皆さんね、優しくしてあげてくださいね。あんまりこう、行かれてないって言ってましたから、皆さん優しくね。
よいしょ。ね、でこうちょっとこうこすったりとかして、またこう複雑にしていったりとかしています。よいしょ。よいしょ。でこれもね、やりすぎてしまうとあれなんで、いいところでこうとどめながら、こするという、なんかこれで汚しながら描いていく感じですね。ここもね、影に入っていって、面白いでしょ、デッサンもね。でもここからはある程度こう少し鉛筆が少しずつ立ってきて、B とか 2H とかちょっと硬めの鉛筆が多くなってきます。よいしょ。なんかね、今年はもう皆さんに本当にたくさんお会いできて、去年もそうでしたけど、今年のがなんかまたね、一段とお会いできて、2回目という方も結構いてね、佐賀まで来てくださった方とかが去年はいて、今回は東京やらね、横浜、名古屋、福岡。またね、来年以降もそうやっていろんな人とね、出会えたらなと思いますよ、本当に。デッサン面白いでしょ。皆さんってお休みってこう世の中、もう本当にこう、フリーダムな人間になってしまったらあれなんですけど、世の中でいつからお休みなんですか？ 28？ 明日まで。で、この指先ってやっぱりね、ここのとこ緊張感持ってね、ね、あんまりエッジをね、こう影とか強くせん方がいいですけど、とりあえずこうね、でもう練り消しとかでも少しね、こうふわーっとね、絵のこう要素ではあんまないからですね。でもやっぱりこっちの方がね、リアリティがありますよね。本物ですよね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。1時間ほどですね、今の段階だとね。ね、コージェンさんもありがとう。幹事長代理ありがとうございました。ね、幹事長代理。面白かったですね、あの店もね。本当なんか。名古屋今、なんかいろいろ大変ですね。家宅捜索やら、なんか家宅捜索もそうですけど、なんか怖い事件もあったりしてね、これ名古屋やと思ったりですね、名古屋こういろいろ大変ですねと思いながら見てました。これはもう 2H とかかな。で、ここから書いたりとか、消したりとか、消しながら書いたりとかして、ちょっとずつ複雑にしながら、でも昔の先生とかの方が、デッサンとかには熱い人多かったですもんね。デッサンは俺は絶対負けへんぞという先生結構言い張りましたもんね。でもやっぱ書かんようになるとね、皆さん大体下手になっていきますもんね。学校の先生はなかなかね、書く時間なくてね、もう少しね、またこう学校の先生の有効求人倍率が過去最低をまた更新したというね、文科省もね、文科大臣もね、どないしたらいいかわからんってさじ投げてましたよね。なるなやと思いましたよね。左手のデッサンは好きでよくやってましたね。ちょっとこう外の光が、夜になってきたんで、なんかコントラストがより強く、ライトの光だけになってきたんで強くなってきて、さっきとまた見え方がだいぶ変わってきました。よいしょ。
もし何か質問があったらしてください。もうちょっと硬い鉛筆。もうちょっと。3H。こうね、少しずつ書いていって、こう微妙なトーンが増えてきて、ですね、よりこうリアリティが出てきて、F ぐらいがいいかな、やっぱな。よいしょ。で少しまた稜線が少しこうなくなってきたな思ったら鉛筆の腹とかを使ってこう書いてあげたり、ちょっとこう影とかのところがもう少しこう強いかな思ったら、濃い鉛筆とかで書いてあげたりとかしながらですね。よいしょ。よいしょ。でまたこう練り消しとかでね、少しこういうところのなんかこうを複雑にこうしてみたりとかですね。書けそうでしょ皆さん。書けそうでしょとか1時間でベラベラ喋ってこんな書いとるおっさんにね、書けそうでしょって言われたら書けそうでしょ。まあある程度同じぐらいの大きさ、若干大きいぐらいかなに書いております。よいしょ。まあこのこう少し鉛筆を立てて書く時間が少しこう最後長くなってきますけど、鉛筆を少し立てながら微妙なトーンとかを探しながら、書いていきます。5時だ。もしなんか質問あったらしてくださいね。ハイトーンのとこ書き方分かった分かったほんとごめんね。あれでうまく説明できたかな。こういうところもなんかざらついてたりするから、こういうところはこうなんかしっとりさせたいな思って、少しこう回っていくとことかね。でこのざらついてってるとこう手前に出てきてしまうから、ちょっとこうこすったりとかして少しこう奥に行ったりとかしながら、ほんの少しだけ手前のところの稜線みたいなのに残してみたりとか、それがこうちょっとエッジが強くなりすぎたなと思ったりしたら、練り消しで少しこう丸みを持たせたりとかして少しこう叩いてあって、向こうに回していったりしてあげるという感じでございます。今日もよう喋りながら書きましたね。よいしょ。特殊能力になってきましたね、完全にね。ライブ配信も230何回もやってるやん。やっぱ特殊能力が身につく、やっぱ訓練ですよ。楽しいですよ。1時間ちょっと空いたと思ったからやり始めたというね。今週の30日がライブ配信できるかどうかがちょっとですね、土曜日ね、一応定例の、理由は簡単です。2日酔いの可能性が高いということなので、はい、ちょっとできるかどうか微妙なので、1回ぐらいはやっとかんとなと思ってですね。そうです、はい。前日そういえば飲み会やなと思って、2日酔いすぎてできひんかものせ、定例の、土曜日の飲みあれができない可能性がありますので、ちょっと今のうちに言うときます。名古屋もね、結構ね、こういうところもちょっとなんか強すぎるでしょ。わかるかな。で、少しこう、しっとりさせて、で、ちょっとこう、またこう向こうからこう叩いて、輪郭を
少しこう弱めてあげたりとかして、でもちょっと弱まりすぎたな思ったら硬い鉛筆とかでよいしょ。名古屋城でもライブ配信楽しかったですよ。楽しいから書いてるところはまず大きいですもんね、僕ね。よいしょ。よいしょ。なんか汚れてしまいましたね、これね。よいしょ。で、本当にこう、10B とかちょっと今日持ってませんけど、ね、やりたかったらやればいいと思うんですけど、ないか。ね、濃いところにぐわーっとこう入れてあげてもいいんですけどね。よいしょ。バンカクのエビせんべいも食べられましたか？エビの風味がお正月にねいろいろこう食べようかな思ってて、だいぶ残してあります。あとなんかこうソロでエビせんべいもいっぱいもらう結構エビせんべいいろんな人がくれてて、どれがどれなのかちょっとわからないですけど、確か4種類ぐらいありました、エビせんべい。今回なんかねお酒が圧倒的に少なくて2本でしたそれに対してエビせんべいウイローがなくてびっくりしました。ウイロー好きなんですけど、僕は空港で買って帰りましたけど、エビせんべい結構多かったですね。美味しかったですよ。なんかこうどれがどれなのかちょっとよく分かってないけど、まだ全部食べきってません。もちろんお正月食べようかな思ってます。よいしょ。二日酔いの解消法は何ですか？二日酔いの解消法、もう朝風呂入ることかな朝風呂入って、あとはあれですね、何やったっけ、ウコンの力ってあるんですよ。日本には知ってます？いいでしょう。そういう商品があるんですよ。ウコンの力、スーパーを飲むことです。名古屋でも実は飲んでました。しっかり3本飲みました。ただ2日目があまりにもひどかった。1日目か。ウコンの力という、パワー商品がございます。のウコンの力スーパー200円を、しっかり飲んでからですね。あとは朝風呂に入って、ですね。やっぱ朝風呂入るとね、ちょっと抜けますもんね。よいしょ。輪郭線もこう丸くいってるところと、ある程度骨があってグッと曲がってるところとかとこうかき分けみたいなのもこうちょっとあってもいいかなと思います。ね、ちょっとこういう骨に近いようなところがあってみたいなところとかですね。よいしょー、面白かった。ウイローそうだったウイローって僕めっちゃ美味しいと思うんですけど、僕だけなんかな。ウイローめっちゃ美味しいじゃないですか。もう子供の頃からウイロー大好きで、ばあちゃん家来たらウイローいつもなんかお土産で買うてましたけど、ウイローってめちゃくちゃ美味しいですよね。あんなに美味しいんですか。で伊勢の人は必ず赤福ですよね。ありがとうございました。もう本当に赤福はちょっと画廊の人と一緒に食べましたけど、ウイローってめちゃくちゃ美味しいですよね。という感じで1時間ちょっと書きました。頑張って、どうですか？デッサンやりたくなったんじゃないですか？単に手でもそこそこになるぞという感じでございますけど、こちらの画面がねちょっといまいちでしたね。なんかねいまいちやったですね。こっち側からね角度でねなんかこう見せれたらもうちょっとこう違って見えたかなと思うんですけど、この辺とかもうすごくこう複雑にこうねなってってます。影の中っていうのをこうやっぱ静かにこう描いてあげんといかんですよ。こういうとこね、こういうとこね。よいしょよいしょ。そう、赤福日持ちしないからね、僕どうしてもねおっちゃん一人で食うにはちょっとあれなんで、画廊の人といただきました。ありがとうございました。僕のなんか美術の先生も後で来てくれたみたいで、
過労の人から、この先生は若くて有望な先生なんですよって言われたって言ってました。もう若くないっていうね。もうね、多分その先生の方がもちろん絶対知ってますもんね。よいしょ。F。ちょっと硬い鉛筆で、紙の目もあんま殺しすぎないように、書きながらまたこう叩いたりとかして複雑にして、いきました。なんかこう、デッサンでもなんか書いてほしいものとか皆さんあります？なんかあったら、これ書いてくれとかあったら言ってもらったら。水彩でもこれ書いてほしいとか。焼き魚だけが気になってますが。焼き魚って言われたら確かにおもろいかもなと思って焼き魚を描いてないですけど、ちょっと強すぎたね、なんかね。よいしょ。またね、もう年末にかけて、もう1回か2回ライブ配信やれたらなと思いますので、質問とかよかったら考えて、もうあんまないですよね、もうね、ほんとね。それでいいと思います。はい。いいと思います。はい。こんな塩梅でいかがでしょうか。手のデッサンを描いてみたということでございました。1時間ちょっと、1時間10分ぐらいかな。ということでございました。なんか最終的にはもう少しこう鉛筆立ててこう書いていって、だいぶ鉛筆最後の方立ててたの分かったんじゃないかなと思います。その時も筆圧もこういろいろ変えたりしてますし、鉛筆のこう質感みたいなこうですね、B 系もあれば H 系もあればみたいな感じでこういろいろ変えながらですね、進めていってます。これぐらいかけたら多分美大系はなんとかなると思うんですよ。芸大以外ね、芸大もっと難しいかもしれないし、よう知らんので、最近のことなんかね。大体他は大体なんとかなるんちゃうかなと思いますよ。ごめんなさいね。デザイン系のデッサンはこんなんじゃあかんって言われるかもしれませんけど、日本画系もこんなんじゃあかんって言われるかもしれませんけど、多分大体大丈夫じゃないかなと思ったりします。皆さんもね、これから受験するという人あんまいないと思いますけど、あとは質問とかがあったらまた遠慮なくこうライブ配信などでしてもらったらありがたいかなと思います。今日ぜひぜひ8時からですね、勝手に公募編の勝手に公募展の、船外編がございますので、よかったら興味がある方は、ぜひぜひいっぱいでわちゃわちゃ酒でも飲みながら、一緒に見れたらなと思います。水をテーマにお願いしたいです。水をテーマにっていうことは川とかでいいのかな？どういうことかな？川とかそういうのでいいのかな？なんか水をテーマに何がいいかな？水が張ってあるなんかみたいな感じ？それもねちょっと考えてます。お花かなんかと水かなんかっていうのもちょっと考えてたりしますので、はい、もう了解しましたよ。ありがとうございます。配当の描き方のなんとなく分かりました。分からなくなったら返したいと思います。こんにちは、終わりそうでございます。1時間ちょっとやってまいりました。鉛筆さんね、配当もまたそれもこう物によってまた違うところありますからね、質感がこう違ったりするから、これは今回は低音の書き方やったりしたんで、またその物が違えば書き方ももちろん違ってきますのでね。ウイロー好きと言うとみんなに帰ってきましたよ。うるさいこれって言われる。めっちゃ美味しいじゃないですかね。ウイローって餅ですよ。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。もう子供の頃から大好きですよ。ウイロー聞こえますか？うるさい男が帰ってきました。うるさい男たちが帰ってきました。たまにこのまま一直線に2回上がってくるんですけどね。上がってきてなんかあだこだ言うんですけどね。素晴らしいです。掃除もしないで見て、面白かったですか？デッサンね。ということでございました。楽しかったです。ちょっとお兄ちゃんたちに
帰り言うていきますね。お勤めご苦労さんってうちは言ってます。お兄ちゃんたちのおかげでパパはいろいろ仕事できますって言ってね、言ってます。まあ生の城みたいなところはほぼないような状態で。どないでか以上、1時間10分程度描いてまいりました。皆さんありがとうございました。お正月とかにもし、この配信を見て、後に、こういうのやってほしいとかっていうのがあれば、ぜひぜひ、ですね、コメントいただければ、コメント欄の方にコメントいただければ、なんかできそうな範囲でのことはやろうと思います。ちょっと大きめの紙に水彩描いてほしいみたいなやつもあったから、一応昨日かおとつい、ジャングルさんで、10号ぐらいの紙は買いました。今まで最高が8やったけど、10号ぐらいの、ちょっと水張りしてやろうかなっていう風に思ったりとかしてます。あとはなんかベタな花、バラとかもちょっと描けたらなと思ったりしてます。なんか、まあ、ぜひぜひ皆さん、鉛筆楽しんでありがとうございました。20日、21日、16またということで、前田様ありがとうございました。以上です。お疲れした。ちょっと最後アップで見せておきますね。ごめんなさいね。シュートいらちょっとね、アップで、ズームで、こんな感じの質感。ハイトーンの書き方分かった分かった？ベコベコってへこましてるのも聞いてるでしょね。こんな感じで、わかったわかったって、すごい優しくなって。わかったわかった、という感じでございました。以上でございます。終了します。ありがとうございました。終了。おい。